オス日進月歩塩田正宏です。今日は加藤先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。加藤先生、本出しました。もう、昨日発売？そうです、25日発売になっております。はい、ありがとうございます。実は僕読む前から、もうちょっといろいろな情報を知ってたんで、もう実践してたんですよ。こういう本が出たんですけども、やっぱりちょっと、本を読んでもわからないところが多くて、今日はなんか質問させていただきたいなっていうのと、その筋トレじゃなくて、陣トレをした方が、人間強くなるということが書いてあって、塩田剛もあんなに背がちっちゃくて、やっぱり人体を発動していたんじゃないかなっていうのと、大統領とかでも、人体を使ってないとこう、なんか説明ができない、筋力がない部分があるので、そういったところを、でですね、ここに書いてあったのは、なんか、負ける方が強いとか、ね、みんな勝つ方が強いみたいなね。でも合気道でも負ける方が強いってよく言うんですよ。とか、視点はね、軸を保つというよりも、ね、視点は一つにした方がいいとか、不安定な状態の方がいいってね、正中線の話でもあるんですけども、そこの話をね、詳しくお聞きできればっていうか実践ね、そうですね。本当はこれね、満載ですね。本当はね、書きたくてですね。食べ放題のお店に行ってね、あまり食べるなみたいな感じの、だいぶね、少なめに表現されたみたいなのがあるんですね。ぜひ、この辺の方たちに分かるように、この辺喋ってくれないかっていうことで。実は僕もう一人でかなりこの辺まで行ってたんですけど、最近本だけだと DVD もですね、これから出るんですけど、そのために僕だんだんですね、小さな人間になっててですね、今ちょうど喋れる時かなみたいな。いろいろ DVD とか出されて初心者向けにやったから、なんかそれに合わせてできる。いろいろ求められた方、達人の人とかってね、上の空間で喋ることが多いんで難しいですよね、理解が。正直、この前も難しかったんですけど。そうなんですね。僕も後で見て本当だと思いました。でも今日もっとじゃあ詳しい話してみて、ちょっとお話しください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。お弟子さんが。そうですね。はい。実践していただき。一輪車ですね、正先生にね、僕はね、僕一輪車乗ってると思ってください、僕はね。一輪車乗ってて、正先生にこうやって押しに行くと。で、正先生こう支えてくれるじゃないですか。で、僕は一輪車乗ってて、正先生を押そうとすると、僕はこうなります。そうなります。でも、こうなってて、押してるんだけど、一輪車の方はこっち動くじゃないですか、したら。こういうふうに。そう。こっちが動くから、僕はしっかりしてるも、下が、ゴロが動いちゃうんで、だから、こうしてて、こうするよりも、これが一輪車が動くってことは、こう、で、別に一輪車乗ってないんじゃないかと思うじゃないですか。乗ってませんよね。だけど、ここからこうなってる大腿骨頭のここは丸いので、受けとここで丸くて、これが動くので、だから、ここに一輪車が乗って、乗ってるっていう不安定さを感じますよね。これなんですよね。正先生、何が違うんですか？いや、今多分足が映ってなかったらわかんないと思うんですけども、なんもないものがぶつかってきてるんで、崩れちゃうというか、僕がもう不安定になりましたけども、加藤先生も不安定な状態ってことですよね。不安定なものがぶつかってきたから、なんか安定したものが来たわけじゃないから、っていう感じにはならず、怒りが起こらず、なんかもう、僕の軸が崩れちゃったんで。寄りかかられてるっていうこととは違いますよね。ないですね。そう。寄りかかると、こう力というのは、確かに。そう。力だと、押せば押すほど強くなるじゃないですか。で、そこを、ここで、わかりました。今でも発信源ここですね。そう。わかりました、わかりました。だから、ここ自体は何もないけど、ここだけ、人体を操作されたってことなんですよね。なるほど。どこの筋力の感じじゃないんでしょうね、多分。筋力だったらやっぱ分かっちゃう。ここの人体の使い方はちょっと分からないけども、そうなんですよね。だから不安定さでこう崩せる。そう。だから、力がかかった時に、自分が筋肉じゃなくて、受け止めてしまうっていうのはそういうことですよ。なるほどね。何が起こってるんですか、今。先生、どんな感じ？普通に考えたらこういう筋力を使うじゃないですか。でも、関節ずらし、人体伸ばして多分やってるんですよ。こう、バッて感じじゃなくて、なんか、
こう伸びるような感じの。先生できる。先生できる。でもこれ面白いな。なんでしょう。背骨一本一本伸ばしてるような感じのがなんか伝わってくる。これね気持ちいい。受けてて。すごい気持ちいいです。ちょっと一回受けてみません？受けたいですね。いや、これはね、面白いですよ。岩本さんみたいな人が一番わかると思う。筋肉とかもあるし。耐えてたらいいですね。耐えた方がいいです。耐えた方がいいです。もっとガチリ。じゃあ、もう、じゃあ、それからね、いや、なんだったら、最初から、ガチリっていうのはね、もう、もう、耐えられないように、そう、これ、とか、これをこう、戻って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 。戻って。戻れなかったんですか、今。戻れないですね。こうなってますね。はい。で、戻起き上がろうとする。はい。起き上がろうとすると、これを押さえてるわけじゃないんですよね。はいこの力、上げようとしたが、力がここに来るんで、ここから下から、また順番に上に来るんです。なるほど。これが、いいですか？これをこうですね。はい。こう、ページをこうやってて、ここ押さえてるじゃないですか。こっちね。こっちをこうやってて、こう上がる力があるから、こうなりますよね。本が。だからこれが、こっちは曲げちゃったら、こっちは上がって、こういう現象。はい。こっちから、こう行く、こういう現象。全身まんべんなく、動きを。これだから、これ加藤先生は人体を動かしてくれてるってことなんですかね。加藤先生が人体を使っているっていうか、はい。人体をこうもうまさに全身の人体を発動させるっていう。ありがとうございます。させて、はい。受けがああいう状態になると。そういうことです。で、なんかさっきの、分かったんですけども、加藤先生のその人体の使い方、今のはだから岩本さんにかけて岩本さんが人体を使えるようにこうしてるっていうことだとは思うんですけども、その使えた状態を聞きたいですね。さっきのここの発信とか、逆に加藤先生のこのさっきのここの使い方とか、それでだってこっちをかけれるわけですからね。失礼しました。話がだいぶ脱線しましたけど。全然いいんですけど、だから発動させることもできるし、加藤先生自体も当然のごとく人体を自在に操れてますよねっていうことですよね。で、加藤先生自身がその人体を自在に操り、こういうことができますよみたいなのが見れたら多分、うわ、すげえって。そうですね。人体発動することによって、加藤先生自身は疲れないし、全身の力使えるようになってるっていうことですね。そういうのをもっと見たいなっていうか。つもりがいない。何をしましょう。そうですね。ご要望があります。はい。だから古武術とか、古武道とかって、極論全部人体だったんじゃないんですかみたいなのを思っちゃったりするんですけど、その通りと思いまして、それが。ってことですよね。そうなんですよ。でもそこをベールにしないと、人体じゃないってことになっちゃうと、鍛錬方法がね、変わってきてしまう。私ね、書籍でも書かせていただきましたけど、昔で言うと戦国時代ですね。江戸時代になっても各藩がこぞって自分たちのですね、国の武芸をですね、高めていったわけですね。いつでも戦をできるようにっていうことで。で、15歳ぐらいからもう戦に出るわけですから。そうすると、子供の時からやってるとはいえ、やはり2、3年である程度までできてなくちゃ、戦力として使えないわけですよね。それが今でおいては10年20年だいぶ、修行を重ねた人だけが達人になるみたいなことになってますけども、昔の人たちはもうそれが普通にそれできてた
はずなんですよね。加藤先生の本によると2、3年ぐらいで今の達人級になってないと戦争には行けてないはずだからっていうことですよね。そうつまりその人体というのが、人体は、栄養も休息ももっと言っちゃう鍛錬も必要ないんです。筋力というのはそのね年月で鍛えていかなくちゃいけないんですけど、人体はあるのでそれに気がついた時ですね。気がついた人がそれができるようになったはずなんですよ。だから大統領なんかはですね、巻物でですね、文章だけじゃなかったりするんです。ご存知ですか？太極拳っていうところの絵巻物になったりするんですね。で、その動きが、簡単な絵ではあるんですけど、一つずつの要所要所で捉えた絵になってるんですよ。それはもうそれはある程度の修練やった人とはいえども、でも、いざとなった時に女子供が、ですね、身を守るってことで、自分の身は自分で守れっていう時代があったわけですから、その時はやったけど、農民もやったと思うし、身を守る方法。だから気づけばなんですね。人体というのは気づけばなんですね。鍛錬じゃないんですよ。すごい自分でこの何年かやってても気づかなかったことがあったんですね。それは衝撃を受けたのがものすごい衝撃だったんです。最初の人体の発動の、本当に520キロっていうのを全部発動するぐらいの力を私はもう目の当たりとして自分自身も経験したんです。インドでそういうことがあったりなんかするんですけども、そうするとそこまでいっちゃうと体が壊れるから壊れないための稽古方法として陣トレをこう作り込んできたんですね。でそれをやっていくうちにはまだ人体発動の一歩手前と思っていただいていいですか？はい。ここでいうところものすごい力入れてもらえますか？はい。それを人体発動をここでもっと力入れていただいてぐーっと正先生そのものに、で戻ってもらえますか？ぐーっとこうもっと力入れてもっとですもっとですねぐーっと続けてもっとすいませんね戻して戻してこれっていうぐらいもう今引き出したじゃないですか。それでこの状態でこう僕もう分かりますよね。本当に怒りもないし。僕はね合気道ってとても合気道単語武術もとても素晴らしいと思うんです。その組み立て方法はすごくいいんですけど全てこの中心が整ってないと技がかからなくなるじゃない。効果が薄いですよね。でも実際今でいう MMA であったりとか、柔道とかレスリングってこうじゃないですかね。でこれに対応するのにここにつなげるの難しいんですよね。で僕はそこでこう乱戦やってる状態でもつなげれるようにしたいと。すみません。ちょっとこうガバッと来てください。なんかもう鉄骨してるのでこれでもつなげてくるんですね。すみません。なんかわかりますか？ここで、もう僕の方に来てください。すいません。ちなみにこのマサ先生が飛ばされたわけじゃないですよ。マサ先生はここでフライングスーツで人体を発動させられたってこと。そう僕にさせられてなったって。これすごいなんか荒く言うと統一体になってるみたいな話なんですか？もうそこです。ここでお弟子さんの女性がその人体をこうね発動する前のじゃあさっきのっていうのをちょっとなんか見てみたい。いやそれめちゃくちゃ興味ありますね。お弟子さん2、3年以上やって人体を発動されてるって言うんであればですよ。言うんであればですよ。発動してないのとなんか発動した場合のこう勘違いというかね。感情はもう本当ありがとうございます。振っていただいて手でいいですか？両手がいいですか？まず普通のこれですね。これ上がる気がしないですね。待って本当にもっとガチですか？なるほど。普通の女性ぐらいの感じ。そうですね。普通の女性ですね。抑えれるなっていう感じ。全然抑えられますね。これはでも変わったら本当革命的ですね。人体で今加藤先生に人体を発動してもらっていると。
いや、そんな簡単に合気上げできれたらもうやってらんないっすよ、合気道やってる人たちは。あ、だから心だと思うよ。心の修練ということで。なるほど、なるほど。もうもっとガーッ。これ見慣れてない人は驚くかもしれないそうですね。首はもっとグーッと上げまして。人体を発動ね、してますね。してるんですね。はい。うわーですね。そうで、大丈夫ですかね。発動してる状態と。とりあえず受けてみます。はい。マジか先生。また先生って。先生って。怒りがなかったし、首まで来たね。先生ったらもう、びっくりびっくり。本当っすいや、か？本当と思ってないからびっくりしてますよ。すごい。すごいや、黒いたいっす。もうマジか先生はもうやってる可能性ありますからね。面白い、面白い。はいいいのがいいですよ。あー、なるほどっすね。そうっすね。そうっすね。加藤先生何したんすか？なんかこそっとなんかやったでしょ？これはすごいっすね。これ、面白い。やめてください。すごい。これは、面白いね。いや、これは面白いです。これぞじゃないですか。これぞ、嫌な感じがしない。嫌な感じが全然しなくて。すごいちなみに、大統領の生徒ではないんですよね。大統領生徒ではあります。生徒でもあるけど。なるほど。せっかくですから、ここのジム、今日のですね、お借りさせていただいてるエナジムのオーナーを、いいですか？受けたことなんで。いいですか？すいません。金沢さんです。難しいわけじゃ気をつけて。ありがとうございます。おいただいて。はい。こうですか。思いっきりどうぞ。もうだけとね。おお、いや、すごいな。大丈夫。すごい。いや、何してんのこれ。黒田先生が引き続きなんかしてる。祈りに似てますね。お祈りに。まあ状態。そうですね。だから祈り、色にも人体で。そうですよ。健康になりますように。健康になりたいとか。ちょっと話ずれるから。いや、祈りも、だってもう何十時間もやるみたいなね。そう。はい。だから筋肉でやってたらできないんじゃないみたいな。ありがとうございます。助かりま面白い。だから、人体を発動すると、大統領が良くなるっていう部分は見れましたよね。いや、でも本当に驚きましたね。最初と全然違ったんで、首までガーってきちゃったから、そうですね。これは陣トレだからトレーニング方法として、なんかいろんな武道で取り入れていくと、そうですね。良くなっていくと思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。バイバイ。ありがとうございます。